はいどうも、海外テックのこれまじミントです。りなです。今日は Google 自身が公表した一次資料を一次ソースから直接読み解く回です。自分たちの AI の話を自分たちで発表するんだ。中身気になる。数字だけ先に言います。 Google は自社の AI サービスの会話1500万件を集計しました。その結果、仕事で AI が使われている職種は 68% なのに、その仕事の中身タスク単位で見ると実際に使われているのは 21% でした。 68% の職種に広がってるのに中身は 21%。 これマジ？しかも AI との会話全体の 86% はそもそも仕事に関係ない場面でした。今日はこの数字の中身を Google 自身の公表データで一つずつ見ていきます。改めてその 68% と 21% ってどういうこと？ Google 自身がまとめたこの調査、名前は AI 経済アトラスと言います。アトラスという名前は活動、タスク、全体像、普及の調査という意味の英語の頭文字だそうです。今年4月6日から19日までの2週間分、ジェミニアプリ、AI モード、ジェミニ、API での会話1500万件をもとに800を超える職種、4000を超える仕事のタスクに当てはめて集計しました。これで 68% は調べた職種のうち 68% で実際に AI の利用が確認できたということです。この 68% の職種だけでアメリカの雇用者数の 88% をカバーしています。ソフトウェア開発者のようなよく話題になる仕事に加えて、農家や森林関係の仕事でも利用が確認されています。特に多かったのは金融アナリストやソフトウェア開発者、システム管理者、逆に訪問介護のようなケアの仕事やファストフード店員、レジ係では利用がほとんど確認されませんでした。ほとんどの仕事にも広がってるんだ。そこは少し補足します。職種の種類として 68% に広がっているという意味で、その職種で働く人の大半が使っているという数字ではありません。地図に例えると、点はもう広い範囲に打たれています。でも一つの仕事の中身を見ると、AI が使われているタスクの割合は中央値で 21% 止まりでした。一つの職種の作業リストのうち埋まっているのは5分の1くらいというイメージです。75% を超えるタスクで AI を使っている職種は全体で 3% ほど、ソフトウェアの品質確認担当や人事の専門職などごく一部です。 68% の職種に広がってるのに深さで見ると 21%。 でも Google はどうやってここまで細かく調べたんだろう。中身のチャットを覗かれてたりしないの？結論から言うと、 Google 自身の説明では個人のチャット内容を人が読んで集計したわけではありません。どうやって？ Google 自身が公表している手順はこうです。まず個人情報を自動で削除します。次に会話をそのまま残さず1件ずつ要約してから元の文章を消します。その要約をさらに似た内容ごとにグループ分けしてまた要約し直します。最後に10人未満しかいない小さなグループは集計から除外します。何段階も機械の処理を挟んで最後は元のチャットも残らないってこと？ Google 自身の説明では、この調査用に処理したデータの中ではそうなっています。これはアトラスという調査の分析工程についての説明で、ジェミニサービス自体がチャットの履歴をどう保存しているかという話とは別です。グループ分けには Google、DeepMind が作った専用の分類システムを使っていて、バラバラの会話を職種や作業内容のカテゴリーに当てはめています。これって大人数の傾向をつかむための仕組みなんだね。その通りです。 Google 自身はこの分類の精度を人が作った正解データとの付き合わせや実際の人の目によるチェックでも確認したと説明しています。ちなみに Google の AI モードは月間10億人以上、ジェミニアプリも9億人以上が使っています。今回の1500万件はそのごく一部のサンプルです。それと今日出てくる数字は全て Google 自身のこの3サービスの話で、他社の AI の利用は含まれていません。 AI に仕事を取られるって話、結局どうなの？ Google 自身が仕事関連の会話の中身を分類したところ、多かったのは下書きを一緒に作る、内容を見直す、情報を調べる、アイデアを整理するといった使われ法です。中でも仮説を立てたりデザインを考えたりする決まった手順のない知的作業は経済全体の仕事だと 35% 程度しかないのに、仕事での AI 会話の中では 65% を占めています。 AI って単純作業を減らすイメージだったけど、逆に頭を使う相談の方でよく使われてるんだ。はい。し
かもこの決まった手順のない知的作業に分類された会話の中でも最初から最後まで丸ごと自動化しようとしていたのは 10% に届きませんでした。例えば新しい企画のアイデア出しに壁打ち相手として付き合ってもらうという使い方です。同じようにレポートの構成を一緒に考えたり集めたデータの傾向を要約してもらったりする使い方も目立ちました。それって任せるより相談してる感じだね。 Google 自身のデータではそういう傾向でした。これは今の使われ方の記録でこの先どう変わっていくかは今回の調査だけでは分かりません。 AI ってパソコンの前に座る仕事のイメージなんだけど Google 自身の調査だとそうとも言い切れません。力仕事中心の職種の約3割では AI の利用が確認できなかった一方、自動車整備士や工場の設備を直す産業機械の整備士のような現場の技術職でも実際に AI が使われていました。現場でどう使うの？検査結果を読み解いたり配線トラブルの原因を探ったり機械の摩耗を確認したりといった相談です。しかもこうした相談では画像や動画を絡めたやり取りをする割合が仕事全体の平均の2倍を超えていました。文字だけのやり取りに加えて画像や動画も絡めて相談してる感じか。オフィスワークのイメージしかなかったからこれは意外。 Google 自身も AI の利用がホワイトカラーだけの現象ではないという点をこの調査のポイントの一つに挙げています。さっき言ってた 86% っていよいよ本題？はい、Google 自身の集計では AI との会話全体のうち 86% は仕事に関係ない場面で交わされていました。しかも AI との会話が確認された活動のジャンルを全部合わせるとアメリカ人の眠っている時間を除いた活動時間の 98% を占める広さだったそうです。起きてる時間の 98% くらい AI と一緒に過ごしてるってこと？そこは補足がいります。 98% は活動のジャンルの広さで AI を使っている時間そのものが 98% という意味ではありません。危うく AI に皆勤賞をあげるところだった。でも仕事の話の方が AI 利用全体で見ると少数派なんだ。中身も面白くて家事の段取りや買い物の下調べ家電や道具の使い方相談といった生活を回すための相談が多いんです。 Google 自身の試算ではこうした家庭での時短効果が仮に週30分だとしてもアメリカだけで年間1000億ドル相当の価値になるとしています。1000億ドル、ちょっと想像つかない大きさ。あくまで週30分という過程を置いた試算で実際の時短効果そのものを測った数字ではありません。規模感をつかむための目安です。なるほど、あくまで家庭の試算なんだね。もう一つ、税金や行政手続き、法律や医療の相談のような普段手間がかかる場面での利用が特に目立っていて Google 自身の集計では平日の営業時間外にこうした相談をしている割合がほぼ半分に達していました。行政サービスや市民として必要な手続きに関する相談は実際に使っている時間の割合に比べて AI 利用の中では約20倍も多く出てきていたそうです。窓口が開いてない夜中や休日にこそ AI に聞いてるってことだね。これは自分にも当てはまるかも。このチャンネルは毎回企業が発表した数字を鵜呑みにせず一時資料まで自分の目で確認してから動画にしています。今日の Google の調査データも公式ブログとレポート本文の両方を確認しました。そうやって公式ブログに加えてレポート本文まで自分の目で確認してから話す回、気に入ったら登録しておいてほしいのだ。次も同じやり方で別のテーマを掘るよ。日本以外の国では AI ってどれくらい使われてるの？ Google 自身の集計だと150を超える国と地域、世界人口の 99% をカバーする範囲で AI の利用が確認されています。全体の傾向としては国の豊かさとの相関が出ていて1人当たりの GDP が 1% 高い国ほど1人当たりの利用が 0.9% 多いという関係です。 Google 自身もこれは相関であって原因と結果を示す数字ではないと説明しています。つまり豊かな国ほどたくさん使ってる？はい、利用が少ない下位 20% の国々をまとめても世界の AI 利用全体の 2% ほどしかありません。ここはいわゆるデジタル格差の懸念として Google 自身もそのまま認めています。それって結構はっきりした差だね。ただ例外もあって中南米や中東の一部の中所得国は西欧と同じくらいの水準まで AI 利用が伸びています。あと英語での会話は世界全体の3分の1ほどで仕事でも生活でも母語で複雑な相談をする人が多いことも分かっています。画像や動画を使う相談にも地域差があって
先進国以外の国の方が仕事の場面でこうした使い方をする割合が先進国のおよそ2倍でした。例えばグラフィックデザイナーや写真の仕事は豊かな国よりも新興国の会話の方でよく見られたそうです。英語ができないと使えないってわけじゃないんだ。 AI と雇用の関係は以前アメリカの政府統計をもとに掘り下げた回もあるので、気になる人はそちらも見てみてください。ところでこの調査今回で全部なの？いえ、 Google 自身これは V1.0 最初のバージョンだと明言しています。しかも Google ワークスペース、 Google 翻訳、 AI オーバーリューズのようなそれぞれ数億から数十億人が使っている自社サービスは今回のデータにまだ含まれていません。企業向けのジェミニや自律型で動くコーディングエージェント、いわゆる世界モデルの利用も対象外です。今回の1500万件って Google の中でもまだ一部だったんだ。 Google 自身も今回の調査だけで AI がホワイトカラーの仕事を奪うとか、逆に現場の仕事には関係ないとか、そういう断定はできないと述べています。あくまで測っているのは何について会話したかという利用の中身です。その相談がうまくいったか、実際に時間の節約になったかまでは今回のデータでは分かりません。今後もっと範囲を広げて定期的に発表を続けるとしています。が最初の一歩なんだねこれ。はい、Google 自身の言葉を借りると AI の経済的な影響を大規模なデータで示し続ける長期的な取り組みの入り口だそうです。気になる謎はまだ残ってるんだ。はい、なぜ国によってここまで差が出るのか、家庭での利用が本当にどれだけ生活を楽にしているのか、 Google 自身もまだ分かっていない問いとして挙げています。調べるほど新しい謎も増えていくんだね。そこも含めて今後の発表を追いかけていきたいです。今日は Google が自分で発表した AI の使われ方調査を読み解きました。仕事でも生活でも思ったより身近なところで AI が動いてたね。次はまた別の発表を一時ソースから確かめに行きます。見逃さないでください。よかったら高評価やコメントであなた自身の AI 利用の割合も教えてください。なとミントでした。またね。